エモエモ。こんにちは、もこです。今回はパソコンなしでお絵描きできるペンタブレットマジックドローイングパッド2025年モデルをレビューします。この製品はペンタブメーカー XP ペンのお絵描きに特化した Android タブレットの最新版で、充電不要のペンやお絵描き用の手袋、保護ケースが全部セットになった iPad みたいにパソコンなしでお絵描きできるタブレットになります。去年2024年モデルもレビューしましたが、今回の新型はなんとパソコンにつないで液タブとしても使えたり、最大 1TB の SD カードに対応して、後から容量をたくさん増やせたり、いろいろとパワーアップしているみたいなので、前のモデルから何が変わったのか実際にお絵描きして詳しくレビューしてみます。さらに今回はこの製品が当たるプレゼント企画もあるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、保証書、お絵描き用の手袋、充電器とケーブルにスタイラスペンと返芯が入っていました。ペンが前よりも良くなっていて、プロ向けの液タブと同じ X3 Pro スリムペンが付いています。上側に返芯を4本収納できたり、横のボタンが不要な時は取り外せるようになっています。ペンの太さは Apple Pencil と似ていますが、重さは半分くらいしかなくて、充電不要で電池が入っていない分軽くて持ちやすいです。タブレットの色は落ち着いたネイビーで、大きさは iPad Pro 13インチの縦幅を少し短くした感じです。厚さは 6.9mm、重さは 590g で、大きさの割に薄くて軽いです。画面がアンチグレア加工されていて、映り込みが少なく、表面がサラサラしていて、ペンや指が動かしやすいです。左上に電源ボタンと音量調整ボタン、右側に USB-C ポートと SD カードスロットがあります。ケースが最初から付いていて、後から買わなくていいのは嬉しいです。裏側にペンホルダーがあって、ペンと一緒に持ち運べます。ペンはしっかり固定されて勝手に外れないようになっています。ペンをつけたまま机に置けて、画面に少し角度もついてくれます。絵を描くときにもう少し角度をつけたいときは、別売りのスタンドに乗せると描きやすくなりそうです。ケースで画面側は保護されないので、持ち運ぶときはインナーケースに入れるか、別売りのキーボードカバーをつけても良さそうです。それでは実際に使ってみます。ロック解除は顔認証で、iPad Pro みたいにパスコード入力なしですぐに使えるのは嬉しいです。設定アプリでタップしてスリープ解除するをオンにすると、画面タップでサクッと起動できて、電源ボタンも傷みにくくなっておすすめです。画面の色域は sRGB97% で、表示できる色の範囲はプロ向けの液タブと比べるとやや狭めですが、発色は綺麗な方だと思います。周りの明るさに合わせて色を綺麗に調整してくれる Next Vision という機能がついていて、ゲームや動画視聴を綺麗な画面で楽しめるようになっています。読書モードをオンにすると白黒表示になって目が疲れにくくなるので、電子書籍を読むときに良さそうです。画面が大きめで解像度も高いので、画面にドット感がほとんどなく、小さな文字も読みやすいです。最大輝度は362度で、日光下の使用には向きませんが、屋内は十分な明るさで見やすいです。アンチグレアの画面は普通の画面と比べると少し白っぽく見えるデメリットがありますが、その代わり映り込みが少なくてペンの書き心地も良くなるので、お絵描きにはアンチグレアの方が向いていると思います。色の違いが気になるときは途中で別の画面に表示して、ちゃんとイメージ通りの色かチェックするのをおすすめします。あと Next Vision がオンになっていると、画面の色が普通より鮮やかになることがあるので、絵を描くときはオフにした方がイメージ通りの色で描けそうです。画面のリフレッシュレートは 60Hz で、 90Hz や 120Hz のタブレットと比べると画面を早く動かした時に少しコマ落ち感がありますが、お絵描き中は画面をそんなに早く動かさないので、そんなに気にならなかったです。タブレットの性能はこんな感じで、前とあまり変わっていませんが、Android のバージョンが12から14になったり、使える SD カードの容量が 512GB から 1TB になったり、ペンが傾き検知するようになったり、細かいところが前より使いやすくなっています。CPU は安いお絵描きタブレットでおなじみの G99 で、高価な iPad Pro と比べると性能はそこまで高くないので、動画編集とか重めの作業には向きませんが、画質を落とせばゲームを
遊べるくらいの性能はあって、ちょっとしたお絵描きや息抜きに動画や電子書籍を見るくらいなら快適に使えると思います。スマホと同じようにプレイストアから自分の好きなアプリも入れられます。保存できる容量は 256GB で、安いタブレットの中だと多めなので、容量の大きいゲームを入れても結構余裕があって、すぐに容量不足で困ることはなさそうでした。もし容量が足りなくなっても SD カードで後から増やせるので、お絵描きアプリ以外に色々なアプリを使いたい人にも良さそうです。スピーカーが4つついていて結構いい音が鳴るし、ワイドバインが L1 で DRM 付きの動画配信も高画質で見られるので、普段使いのタブレットとしても使いやすそうです。後ろにカメラがついているので、ちょっとしたお絵描き用の資料も撮影できます。画面分割もできて、ブラウザで資料を表示しながら絵を描くこともできました。ペンのボタンを押しながら画面に触れるとショートカットが出せるので、よく使うアプリを登録しておくといつでもすぐに起動できて便利そうです。人気のお絵描きアプリが最初から入っていて、買ってすぐにお絵描きできるようになっています。アイビスペイントとメディバンペイントは無料で使えますが、有料プランを数ヶ月無料で試せる特典もついています。フリップスタジオは有料ですが、こちらも3ヶ月無料の特典付きです。ペンのボタンを押しながら画面を2回トントンすると、お絵描きアプリが開いて描きたいと思った時にすぐに描けるようになっています。ペンの描き心地はパソコンの液タブと似ていて、画面がサラッとしていてカツカツした感じが少なく、ペンも軽くて描きやすいです。線を描いた時の遅延はアプリによって結構違っていて、アイビスペイントやメディバンペイントは少し遅れて描かれる感じがありますが、リップスタジオやスケッチブックは遅延が少なくて気にならなかったです。筆圧感知に対応しているので、ペンを押さえる筆圧で線の太さや色の濃さもちゃんと変えられました。タブレットの性能がパソコンと比べて高くないので、ブラシサイズを太くしすぎたり重めのブラシを使うと処理落ちしてしまいますが、 G ペンのような軽めのブラシはパソコンと同じくらいスムーズに書けます。性能の低いスタイラスペンは書き始めに筆圧をかけないとちゃんと書けないことがありますが、このペンは軽く置いただけで書けるので、髪の毛のような筆圧をシュッと抜く線もちゃんと書きやすいです。今回はペンの傾き検知にも対応していて、ペンを傾けて鉛筆を寝かせたような書き方もできます。ただ傾き検知の感度が高すぎるのか、少し傾けただけで反応することがあるので、鉛筆ブラシや木炭ブラシのようなペンの傾きに対応したブラシをよく使う人は気になりそうです。私はお絵描きする時に傾きはほとんど使わないのであまり気になりませんでしたが、今後のアップデートで治ると嬉しいです。カーソルのズレは画面の端の方で少し横にずれますが、お絵描きでよく使う中央あたりはズレが少なくて気にならなかったです。画面がフルラミネーションで奥にへこんでいないので、ペン先と線の間にほとんど隙間がなくて、ちゃんとペン先から線が引かれているように見えて描きやすいです。カーソルのズレ具合はペンの握り方や画面を見下ろす角度で変わるので、気になるときは設定アプリの高度な機能にある手書きのオフセットで調整すると良さそうです。ペン先の沈み込みや線をゆっくり斜めに引いた時の波打ちも気にならなかったです。パームリジェクション機能もついているので、ペンで書いている時に画面に手が触れても誤作動しにくくなっています。ただ Android タブレットは iPad と違ってペンを少し浮かせただけだとタッチ操作が反応しないままなので、2本指タップで戻る操作をしたい時などにペンを画面から大きく離す必要があります。なので iPad のようにペン先を少し離すだけでタッチ操作できるともっと使いやすくなりそうです。手の方が先に当たるとたまに誤作動するので、気になるときは付属の手袋を使うか手書きタッチをオフにすると良さそうです。ペンのボタンの機能は設定アプリからだと4種類しか設定できませんが、リップスタジオは就職キー設定のツールを一時変更で変えられるので、そちらで変更すると良さそうです。普段大きい液タブを使っていてキャンバスが狭く感じるときはシンプルモードにしたり、左手デバイスによく使う機能を設定して画面のボタンを減らすとキャンバスを広くできます。左手デバイスは使えないアプリもありますが、フリップスタジオは別売りのタブメイトやテンキーがちゃんと使えました。このタブレットはメモリが 8GB なので、使えるレイヤー枚数は同じ価格帯のお絵描きタブレットと同じか少し多いくらいです。快適に作業できるレイヤー枚数の目安は A4 の 350dpi で30から50枚くらいで、 B5 の 1200dpi だと10から15枚くらいです。なのでレイヤー枚数の多い漫画とかアニメ制作にはあまり向きませんが、イラストを描く
くのには十分な性能がありそうです。ただ複数のレイヤーをまとめて変形したり、高解像度のキャンバスを操作するとたまに動きがカクつくことがあるので、上級者がパソコンでやるような複雑な作業には向かなそうですが、 A4 の 350dpi のような普通のイラストサイズならキャンバス操作でほとんどカクつかず快適に使えました。 3D デッサン人形も結構スムーズに動くし、ラフ、線画、下塗りといった基本的な作業ならほとんどの人が快適に使えると思います。複雑な操作をしない初心者の人ならこれ1台で十分お絵描きを楽しめそうです。中級者以上の人はソファーやカフェなど好きな場所でラフや下書きをして、処理が重くなってきたら続きをパソコンで仕上げるみたいな使い分けをすると良さそうです。このタブレットはパソコンなしで使えますが、パソコンにつないで液タブとしても使える新機能が追加されたので、そちらも試してみます。付属の充電ケーブルでパソコンにつないで、画面に表示される EP インボタンをタップするとパソコンのサブモニターとして認識されました。表示できる解像度はフル HD で、実際のタブレットの解像度より小さいので上下に黒帯が入って画面全体は使えないみたいです。そのままだと文字が少し小さいので、ディスプレイ設定の拡大縮小を125から 150% にすると文字がくっきり表示されて見やすくなりました。ペン入力やタッチ操作もできますが、 Mac だとタッチ操作は使えないみたいです。 XP ペンの液タブの設定アプリを入れるとちゃんと液タブとして認識されていて、ペンの書き心地の調整なども液タブと同じようにできました。 Windows で筆圧感知がうまく動かないときは、ここの Windows インクのチェックを外します。ペン入力は本物の液タブと比べると少し遅延があるので、お絵描きするときは普通にタブレットだけでやる方が良さそうですが、タブレットだと性能不足でできないような作業をパソコンにつないでできるのは結構便利だと思います。将来 Android のバージョンが古くなってお絵描きアプリが使えなくなっても、パソコン用のモニターや液タブとしても使えるし、パソコンにしかない高性能なアプリやクリップスタジオの買い切り版も使えて結構便利なので、今後のアップデートで遅延や黒帯が改善されて使いやすくなると嬉しいです。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、このタブレットのいいところ、気になるところをお話しします。いいところはお絵描き以外にも使いやすいところです。その価格帯の安いお絵描きタブレットは安く買える代わりにお絵描きと関係ない機能が省かれていて、普段使いのタブレットとして使いにくいことがありますが、このタブレットは顔認証で素早くスリープ解除できたり、スピーカーの音が聞きやすかったり、動画のストリーミングを高画質で見られたり、普段使いのタブレットとしても使いやすいところがいいなと思いました。前にレビューした XP ペンのマジックノートパッドはストレージ容量が 128GB で SD カードも付けられないので価格が安いけど手書き入力専用な感じでしたが、マジックドローイングパッドの方はストレージ容量が倍の 256GB で SD カードで後から容量を増やすこともできるので、お絵描きアプリ以外にもいろいろなアプリを入れて使いたい人に良さそうなタブレットだと思います。付属品も充実していて、充電不要ペンや返芯、保護ケースや手袋などが最初から付いているところもいいと思います。本体の発熱も長時間作業すると少し暖かくなるかなくらいであまり気にならなかったです。バッテリーは5時間くらいお絵描きしても半分以上残っていたので、バッテリー持ちもいい方だと思います。33W の急速充電に対応していたり、リバース充電機能でスマホを充電できるのも便利だと思います。次に気になるところですが、 Android のメジャーバージョンアップができないところです。 Android は毎年新しいバージョンが出ますが、価格が安いお絵描きタブレットはバージョンアップに対応していないことが多いです。このタブレットは Android 14なので、購入前に自分の使いたいアプリが Android 14で動くか確認するのをおすすめします。まだ発売したばかりなので今のところ問題ないと思いますが、数年後にこの動画を見ている人はその時の最新版を購入するようにしてください。価格が安い分性能も少し控えめなので、高性能なマジックドローイングパッドプロも出てくれると嬉しいです。このタブレットに向いている人はペンの傾き検知を使わない人で、なるべく安くお絵描きを始めたい初心者の人や、パソコンと液タブをメインで使っていてサブで気軽に使えるお絵描きタブレットが欲しい人に向いていると思います。特に XP ペンの液タブをメインで使っている人はペンや左手デバイスを共有できて操作感
感を合わせられるので相性が良さそうです。あとはお絵描きだけじゃなくて普段使いのタブレットとして使いたい人にも向いていると思います。性能が控えめなので動画編集やゲームのような重たい作業には向かないけど、ストレージ容量に余裕があってアプリや電子書籍をたくさん入れられるし、動画も結構いい音と画質で楽しめるので普段使いのタブレットとしても使いやすいと思います。価格は69,000円、セールだと58,000円くらいなので iPad と Apple Pencil の組み合わせより 1,2 万円安く買えるし、この価格でお絵描きに必要なものが全部揃うのはなかなかコスパが高いと思うので、よかったら参考にしてみてください。最後にプレゼント企画のお知らせです。今回紹介したマジックドローイングパッドを抽選で1名の方にプレゼントします。応募方法は私と XP ペンさんの X アカウントをフォローして応募用のポストをリポストするだけで簡単に応募できます。応募用のポストは後ほどこの動画の概要欄に追加するので、そちらからぜひ応募してみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントやハイプしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。